現在、サスペンションを10万キロ走ったのでブリッツに変えました。ダンパー WZR 単頭式構造採用の全長調整式サスペンションキットです。32段減水力調整機構を採用し、幅広い減水力調整が可能です。アルミ製のアッパーマウント、ロックシートなどを採用して高い強度と軽量化を両立しています。ブリッツが採用する全長調整式のメリットは、車高を変えてもショックのストローク量が変わらず乗り心地に影響が出にくいことです。全長調整式はショックアブソーバー全体の長さをスプリングと独立して調整できます。アッパーマウント、車重を受け止める取り付け部、ピロボールやキャンバー角調整機能付きもある。スプリングの長さは同じです。ロアブラケット部のロック位置を上下させて車高を調整します。ストローク量を変化させることなく車高の調整が可能となり、底付きなどのトラブルはありません。あれから結構ちょっとまた乗ってきたんですけれども、前のサスペンションに比べて、乗り心地はもう断然にこっちの今つけてるブリッツの方がいいですね。新品で減水調整機能付き車庫帳を装着したら、まずは慣らし運転をする必要があります。ダンパーを推奨減水力より少し弱くした状態で車をロールさせ、ピストンをシリンダーに馴染むようにゆっくりと動かします。直線を長く走るよりもカーブが続くワインディング向きの山道をロールする範囲でゆっくりと走るのがいいです。約 100km ほど慣らし走行してから後日オートバックスでアライメント調整します。なるほど。アライメント調整とは、車のタイヤが正しく地面に接するように角度調整することです。車が安定してまっすぐ走り、コーナリング時のバランスも向上します。アライメントがずれているとタイヤの変摩耗やハンドルの不安定さが発生し、安全性が低下する可能性があります。また車両のバランスが崩れ、タイヤの寿命が短くなるだけでなく燃費が悪化します。アライメント調整を行うタイミング。1、3年から5年ごとの定期点検。2、大きな衝撃を受けた際。3、足回りの部品交換後。4、タイヤの交換時。通常の使用であれば3年から5年ごと、もしくは10万 km 走行した時点でのアライメント調整が推奨されます。タイヤの変摩耗や走行時の不安定さを未然に防ぐことができます。大きな段差を越えた、縁石に乗り上げた、事故に遭ったなど、足回りに強い衝撃が加わった場合はアライメントがずれてしまった可能性があるため、早急に調整が必要です。サスペンションや車高調整など足回りの部品を交換した際にはアライメント調整が必須です。なるほど。部品交換により車の姿勢が変わるため、アライメントも再調整することで走行性能を維持します。冬用タイヤへの交換時など季節のタイミングで定期的にアライメントを見直すのも効果的です。車は安全に長く乗り続けるためにはメンテナンスが大事。では変えたブリッツのサスペンションに、こちらフロント側になります。フロントはストラット式になります。こちらはリアになります。リアはショックとスプリングが別になります。スプリングはタイヤの裏にあり撮影できませんでした。しょんぼり。
車高は最大の高さに調整していただきましたが、純正より3センチほど低くなるそうです。納車時より車高は高くなりましたが、乗り降りしやすいです。オートバックスグループオリジナルキャンペーンで 40% オフ、さらに11,000円オフ。気になるお値段は工賃込みで159,918円税込み。サスペンションが進化していて驚きました。乗り心地は最高で、段差を乗り越えた時の車の収まりが全く突き上げ感がない。約10万 km 走行している中古車だったため、サスペンションは交換時期になっていました。仮装する前にサスペンションを新しくして低すぎた車高を高くしていただきました。新車で車を購入した時は足回りは純正のままで乗っていましたが、今回中古車でサスペンションを純正にしなかった理由は、料金が高かったからです。ブリッツは乗り心地が良いと評判で、価格も安かったので即決しました。なるほど。減水力電子制御式モデルは車内からコントローラーで減水力を調整可能です。テインの RX1 も候補の一つでしたが、こちらは8,000円ほど価格が高かったです。キャンピングカー仕様に仮装した場合、サスペンションは大丈夫なのか心配でしたが、車検証の車両総重量を超えなければ問題ないとのことで安心しました。足回りがリフレッシュしたところで、いよいよ仮装をお願いしたいところですが、まだナビから音声が出ない問題が解決していません。今月ディーラーに修理をお願いするのですが、音が出ない可能性もあるとのことで、18スピーカーの臨場感を味わうことなくスピーカーを撤去することになるかもしれません。なんとか音が出るようになってほしいと願う今日この頃です。最悪音声が出ないまま仮装をお願いすることになりそうです。心の準備をしないと。次回はトレッサ横浜でのキャンピングカー体験会の様子をお届けします。エクセレンどんなキャンピングカーかな。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。